次はね、イングリッシュガーデンの、見方とか楽しみ方なんですけれども、私はね、やっぱりちょうど2年前の、2019年の夏にイングリッシュガーデンツアーっていうのをして、いろんな庭を見に行ったんですね。で、その時にやっぱり楽しいっていうのは、どんなお花を植えてるかっていうのももちろんですし、そのね、種類だけじゃなくって、色の、配分、ね、テーマを決めて、黄色だけの庭とか、ホワイトガーデンって言って白いお花とか、白っぽい葉っぱだけで揃えたところっていう風にもやってたり、あとグラデーションですね。色のグラデーションを考えて植えてるとか、そういう色で楽しませるっていうのが一つ。あともう一つは、あとまだ二つほどあります。もう二つ目は、高さを、考えて植えてる。低いものから中間で高いものっていうね、そういう段々にすると、奥行きが出るんですよね。花壇とかでも層ができるというか。で、そのね、段々な感じっていうのをすごく大事にしてて、奥行き感をすごく大事にしてます。で、三つ目はですね、テクスチャーの違い。素材感の違いなんですね。だから同じ全部緑の葉っぱだけの庭でデザインしていても、その葉っぱの形とか色とかが少しずつ違うものを集めてたりするんです。例えばギボウシのような広い葉っぱのものに、フウチソウみたいな細い葉っぱを組み合わせて、で、黄色とか深い緑とか、あとふわふわっとしたもの、シャープなものっていう、いろんな素材を入れることで、なんかただの緑の空間がすごく変化が出るんですよね。で、そういうのがね、すごく上手なんです。日本のお庭でそういうのあんまり見ないんですが、イングリッシュガーデンはですね、テクスチャーで見せるっていうのをよくします。そういうね、なんか葉っぱの形とか素材の違いで見せるみたいな、そういうね、デザインっていうのを、日本の庭でも取り入れると面白いんじゃないかなと思ったりします。なかなかね、お花とかだけでやるって限界があるじゃないですか。難しかったりするので、そういう葉っぱの素材の違いっていうのを意識して植えるっていうのも面白いやり方だなと思います。で、あとはですね、やっぱり石のベンチとか、石のこんなね、器って言ったらあれなんですけど、鉢みたいなのも、ポイントに上手に使うんですよね。で、そういうところもね、イングリッシュガーデンはハードスケープ、石とかはハードスケープって言います。で、植物をソフトスケープって言うんですが、そういうハードとソフトのね、組み合わせがうまかったりするんですよね。ベンチの周りにものすごい植物をわさっと植えて、お花がわーっと育って、ベンチにかかってるとかよくあるんですよ、イギリスでは。で、座りにくいって思うんですが、そうすると硬いものが柔らかくなるんですよね。で、あと歩いてる、石畳とかをね、歩いてると、植物がすごいうわーっと出てたりもします。で、日本ではありえないんですよ。日本はきっちり、花壇とあれを分けたりするんですが、それがね、わーっと出てる。で、これわざとでして、なんでそういうことをするかというと、歩いてる時にその植物を避けますよね。そうすると、避けることで視線が変わる。で、避けたことで、また新たに次の景色が見えるっていうね。なんかそういう場面転換の、効果もありまして、そういうところがね、なんか面白かったりします。で、日本庭園とね、なんかどういうところが間違ったりするのか。で、逆に共通点は何かというところなんですが、日本庭園っていうのは、先ほど言ったような、テーマがあり、後ろに
なんか必ずこういう、あれがあるんだよみたいなテーマがね、隠されてますが、イングリッシュガーデンはあまりそういうテーマはないです。で、それよりも、見た目に綺麗、見た目に華やかっていうのが大事になります。で、あとはですね、石の素材を使うっていうのも一緒なんですが、日本は自然石をめでる文化なんですね。で、日本人っていうのはもう、苔が蒸すような石が良かったり、なんともない、その辺にある石がいい。そういうのを庭に置きたい。そういう感じになるんですがね。イングリッシュガーデンっていうのは自然石とか、まず置きません。その辺にある石をわざわざ持ってきて、めでるということは全くしない。なので日本人の、いいところっていうのは、そういう自然石に美を見出して、それを庭に置くところなんですね。で、イングリッシュガーデンでは、逆にローマ時代のね、遺跡みたいなものを置いたり、柱とかね、そういうものを置いたり、昔の、井戸の、跡をわざわざ持ってきたり、あと、教会のね、聖水ですよね。洗礼するときとか、入るときにきれいに清めるための聖水を入れるね、石の鉢みたいな、そういうのが綺麗な彫り物がしてあったりするんですが、そういうのをね、お庭の中心にボーンと置いて、で、その周りに花壇とかを作って、目立たせるみたいなことはします。だからどっちかというと、アンティークというかね、美術品として、石のものを庭に置いたりします。で、そういうところがね、石を使うっていうのは、共通点なんですが、それがね、ちょっと自然石か、そういう遺跡なのかというところで違ったりもね、してきます。イギリス人はね、でも最近ね、ロックガーデンみたいなのを、大事にしているところがあって、そういうところはね、ちょっと日本と似てるかもしれないです。ロックガーデンっていうのは、高山植物をね、植えるための、庭なので、石を置いて、その隙間に高山植物を植えて見せるんですね。で、ウィズリーガーデンっていうのがイギリスにあるんですが、ウィズリーガーデンは、最近ね、ロックガーデンをね、ちょっとリニューアルして綺麗にしはったんです。で、その時にわざわざ日本の、庭師さんを呼んできて、で、岩組みを全部ね、日本の庭師さんにやってもらいはったんですね。で、美しいその岩組みも見せながら、その隙間に山野草とか高山植物とかのがわーっと植わってて、で、すごくね、調和してていい感じです。だから今はそういう石の見せ方っていうのも一つのね、ブームになってて、っていうのは日本庭園ブームみたいなのがやっぱり、ヨーロッパでは、大きいんですね。なので、日本庭園の要素も入れながら、でもロックガーデンなので、美しい高山植物入れたり、ね、そういうしてるところが、新しいイングリッシュガーデンの見せ方なんじゃないかなと思います。では次は、現代における、庭で、そういうイングリッシュガーデンらしい、自然素材の使い方ということをね、ちょっとお話ししたいと思います。皆さんの中でもね、やっぱりイングリッシュガーデンっていいって分かっていても、なかなかそれを日本のね、お家にそのまま持ってくるって難しいじゃないですか。よくあるのが、旦那さんのね、が好きなのが日本庭園で、横には松が植わってたり、石が大きいのがバーンってあるんやけど、その横で奥さんはイングリッシュガーデンが好きで、こっちはイギリスにしてくださいって言わはるね、パターンむっちゃ多いんですよ。だから日本庭園と西洋の庭園が、拮抗しているみたいなところもよくあったり、あと実家がずっと日本庭園で、それが嫌で、それを潰して、イングリッシュガーデンにしたいとかね。そういうところがよくあって、赤松むっちゃあるな、みたいなところに、イングリッシュガーデンどうするか、みたいな、そういう時とかもね、あるんですが、そういう
今のね、イングリッシュガーデンみたいな流行りっていうのも、こう、どんどん変わってきてまして、そういうこう、ところでどんな風にやるといいかなんですが、バラ園みたいな、ローズガーデンみたいなのがね、いいっていう、日本の方多いんですが、実はもうイギリスでは、ローズガーデンはもうね、流行りは終わってるんです。っていうのは、ローズガーデンっていうのって、結構ね、やっぱり虫がつくので、薬をまかないといけなかったりするんですね。で、それがやっぱり自然とは違うんじゃないか、おかしいんじゃないかっていう風になってきて、ローズガーデンをいっぱい今潰して、で、自然なこう、多年草とかのものを入れて、その中に、自然に見えるようにバラを植えるっていうのが流行りなんです。だからどっちかと根菜が流行ってまして、普通の自然ではこれとこれは絶対一緒に生えないよっていうものを、混ぜて植えるみたいなスタイルが流行ってます。で、どっちかというとなんかね、ワイルドガーデンみたいな、自然の中の感じみたいにするんですが、よく見ると、園芸の品種のものを混ぜて植えてるみたいな、そういうパターンが多いですね。そんな風にするとね、ちょっと流行りのお庭みたいになったりします。あとですね、こう、歩くペーブメントっていうところに、敷石みたいなね、ライムストーンとか、そういうこう、ものを敷き詰めていく。で、日本やったらどうしてもね、こう、カチッ、きっちり入れるんですが、イギリスの方は割ともっと素朴やったりするんです。で、卵系のね、石を組み合わせたり、で、こう、いろんな形の長方形やったり四角やったりっていうのをこう組み合わせて、ペーブメントにしたりする。そうするとね、ちょっとなんかこう植物とそのペーブメントが馴染んで良かったりしますよね。ちょっとこう素朴な雰囲気も出たりします。グラベルって英語では言うんですが、砂利ですよね。その砂利を利用したグラベルガーデンというのもイギリスでは、今流行ってまして、花壇とそのグラベル歩くところっていうのをこうあまり境目がないようにするんですよね。で、普通花壇は花壇で間の中に石を置いてね、縁石みたいなのを置いて、で、その次に砂利を敷くみたいなのが一般的じゃないですか。で、それがイギリスではその縁石、境目のものをね、取ってしまうんですね。で、本当にこう、植物と、この、グラベル、砂利っていうのがこう一体になっているって。で、これは、見た目にすごく自然に見えてね、綺麗なんですね。その分、植物の、管理っていうのもきっちりしないといけないし、もうね、こう、どの辺で、形を作るっていうのも考えないといけないんですが、パッと見た目ね、すごくこうね、馴染んで、自然な感じでいいんです。で、その時に、やっぱり植物がすごく生えてくるとか、芝がすごくこう生えてきて、境目っていうのが難しくなったりするんですが、そういう時にね、エッジでこう、入れるプラスチックみたいなのがあって、リサイクルエッジとか、ね、エッジプロみたいな、ものがあるんですが、そういうのをね、こう、間に入れておくと、こっからは植物、こっからは砂利とか、こっからは芝生みたいなのがきちっと分けられるんですよね。で、そうするとこう、ぐちゃぐちゃっとならない、綺麗なエッジになるんです。で、そういうものをね、使うと、割と自然な雰囲気のグラベルガーデンみたいなのがね、作れるんですよ。で、グラベルガーデンは、なかなかね、日本人には、特に公園とかには取り入れにくいみたいで、なんでかというと、自然との境目がないっていう、花壇の境目がなく、自然に見えるっていうのが、なかなか今抵抗がまだあるみたいなんですね。でもね、そういう風にするとね、境目をなくすとね、急に柔らかい庭になるんですよ。だからこう、ふんわり仕上げたい時
とかにそういうね、方法を使っていただくと、より、繊細で、水彩画のようなね、お庭が作れたりするんじゃないかなと思います。だからイングリッシュガーデンの中でもね、そういう砂利とか、あとそのペーブメントのね、素材、ね、石を使うとか、そういう風なのをね、することで、調和が取れて自然な感じのね、風景になると思います。はい。というわけで、今回はイングリッシュガーデンのね、魅力についてお話しさせていただきました。でね、また日本庭園とは違った魅力や見せ方があったり、で、意外なね、石の素材をちょっと使ったりするところは共通点があったりとかね、そういうところはありましたが、やはりね、日本庭園もイングリッシュガーデンも、自然というものをいかに取り込むかというのがね、やっぱり大事だったりするっていうのがわかります。やはり人間はね、自然を身近に置いて、それをめでてっていうことで、癒され、で、心が落ち着くっていうね、そういうものを求めてるんやなっていうのがね、思います。だからね、今のご時世、なかなかね、旅行とかに行けなかったりとかもするんですが、そういうものが身近にあることで、心が救われるっていう、そういう効果がすごくあるんだということをね、みんなまた再認識した、時期なんじゃないかなと思うので、ぜひね、皆さんも素敵なね、お庭のデザインをね、していただきたいと思います。はい。それでは、最後になりますが、ちょっとね、私の本の、紹介をさせていただきます。美しい苔の庭という、本でして、苔の綺麗な、お庭、京都と、あと少し全国、山口県や、松島、新潟、郡上八幡などのお庭とかも紹介してます。で、苔というね、カテゴリーで紹介しているんですけれども、日本人にとってやっぱり苔というのはね、見て落ち着く景色なんですよね。こういうのを見ると、ほっと落ち着くし、あと悠久の美というかね、そういうものを感じられるっていうので、やはり日本人と苔は切っても切れない。で、やっぱり私たちの風土に馴染むんですよね。イギリス人にね、よくやっぱり言われるんですよ。苔の庭欲しいわっていうね。で、どうしたらいいのかなみたいなのをね、聞かれるんですが、向こうの乾燥した風土ではね、やっぱ無理なんですよね。やっぱり湿気、湿潤な気候っていう日本の気候がやっぱ合うからこそ苔が美しくなるんです。で、イングリッシュガーデンの中に日本庭園とかを作りたいっていうのはあるんですが、なかなかね、できない。逆に日本で苔庭を持てるっていうのは、それだけ日本がね、苔文化を大事に、そういうのを風土に合ったものを取り入れてるというね、そういう現れじゃないかなと思います。もしよかったらご覧ください。はい。ではですね、3回にわたって、お庭についてのお話をしてまいりました。庭屋一如の、お話、日本庭の魅力、そしてイングリッシュガーデンの魅力とね、3回にわたって話してまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。また、いろんな庭の魅力とか、あと素材のね、使い方とか、そういうのもね、発信していきたいと思いますので、またいろいろとね、よろしくお願いいたします。素晴らしいお庭がある、文化っていうのはね、私の中で美しいお庭がある、国は文化レベルのね、高い国っていうのが、いろんなところ行って分かったんですね。イタリア庭園、フランス庭園、そしてイングリッシュガーデン、そして日本は日本庭園。そういう美しい庭の文化がある国は文化レベルが高く、やはりそれを作ってる人、メンテナンスしてる人のレベルも意識も高いっていうのを思います。ですので皆様もね、これからの未来に向けていいお庭がね、たくさんできるような、そんなね、素敵なお仕事をね、どんどん続けていっていただきたいと思います。それではまたどこかでお会いいたしましょう。
ありがとうございました。